はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。その前に重大なお知らせです。こちら、誰でもできる星読みの自己分析、最高の自分に出会うホロスコープブックが10月4日に発売になります。ありがとうございます。はい、これは Amazon や楽天ブックス、セブンネットショッピングで現在予約を承っております。ご予約いただいた方、先着購入者特典としてこちらのしおりがついています。このしおりすごく大きくて、ハウスとか星座の基本のキーワードが全部載ってるんですけども、こう本を読みながら途中までここまで読んだよっていうのをこう挟めたりとか、これはちょっと違うんですけどね、挟めたりとか本文読みながらこうやって確認していただけるものになっています。これはちょっと数量が決まっているので、ご予約いただいた方は全員行くようになっています。ぜひ早めのご予約をお待ちしております。先生術って難しそうだなっていう先入観をお持ちの方も多いと思うんですが、この本はもう本当にどなたでも初心者の方向けに書かれているもので、ホロスコープの基本的な読み方から自分を深く知っていく78個のクエスチョン Q&A がついています。で、先生と勉強したことがあるよという方もですね、こう違った切り口で質問してそれに答えているので楽しんでいただけると思います。で、さらにこれには別冊ノートが実はついていまして、この本を読みながらご自身のことを書いていただく、分析していただくという、書き終わった後は自分だけのオリジナルなノートになるっていうものもついていますので、楽しみにしててください。そしてね、この本って先生術興味がある方だけではなくて、自分のこともっと知りたいなとか、もう少し自分を信じて毎日を豊かに暮らしていきたいなという方、全ての方におすすめしたい本です。というのはやっぱり私たち普段気づかないうちにこういろんな役割に縛られたりとか、将来に対しての不安とか、間違ったこう自分の思い込みとかで余計なこう不安を自分で作り出してしまったりとか、自分のことを誤解してたり、自分のことがわからない、普段の喜びとか愛情も感じられないなっていう風になってしまう方もこの現代多いと思うんですけども、先生術というね一つのツールを使って客観的に自分のことをすごく見ていきます。そして世の中のその常識とか何がいいとかではなく、本当の自分の本当の価値っていうものに光を当てていく作業になるので、見ていけば見ていくほどだんだん自分のことが好きになったり、だんだんこれでいいんだって思えるようになったりするっていう風に、こう物語としてストーリーとして書いてるわけじゃないんですけど、1章2章3章と続けてたっぷり読み応えもあるし、分析もたっぷりできるし、自分のことを読み終わった後に良かったって思えるような内容になっていますので、ぜひこの機会にご予約をお待ちしております。ではここから獅子座さんの9月前半の星の動きとタロットリーディングをさせていただきます。9月は、8月31日がね魚座で起こる満月で、9月15日が乙女座で起こる新月なので、9月は前半と後半に分けてリーディングさせていただきます。ではよろしくお願いします。星の動きでいうと9月前半っていうのは獅子座の皆さんにとってなんかお金のこととか自分の感覚が超えてきたりとか、お金のことを考えやすいかなという感じはしますね。どのように節約しようかとか、どのようにお金を稼ごうかとか、使い道とかも考えるのにふさわしい時かなと思います。そして9月4日から逆行していた金星も順行に戻りますので、ようやく少し疑っていた自分への自信とか、これで良かったのかなって思ってた気持ちがやっと復活してくる。私結構できてるかもとか、これでいいかもみたいな、いい感じで自分に価値を置けるんじゃないかと思いますし、社交性とか喜びとか美しさとか、そういうのも身につきやすい、他者からもそう見られやすい時なので、ぜひ自信を持ってね、今の自分を認めてほしいなと思いますね。はい、ちょっとカードで見てみますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ジャッジメント逆、戦車、ペンタクルスエース逆ですね。ワンド5、ワンドナイト、カップキングの逆とスターです。気をつけることや対策はカップ10の逆とエンペラーと皇帝、そしてオラクルはフールの逆です。
そうですか。ちょっと混ぜてる時とか、さっきピッて出たカードはつるし人だったりとかして、何かすごくこだわりが強くなってるのかなって感じもしたんですね。まあいい意味でですけれども。で、それをですね、カードはね、こだわりはもう持ちませんみたいな感じで出ていたので、へえと思ったんですね。で、この、まあ、9月前半の動きとしてなんですが、ちょっとこれまでの流れの中で多分別にこれは8月に限らずだと思うんですけどね、今年頑張ってきたこととか、何か一生懸命調べてきたこととか、何かエネルギーをそこに費やしてきたことに対して、なんかもうちょっといいかなとか、ちょっと違うかなみたいにちょっと諦めかけていたものがあるのかなという感じがあり、それゆえに何が優先順位なのかっていうのは自分の中でちょっと決めにくかった。今まではこれが優先順位でそこにエネルギー注いでたけど、ちょっと違うんだったらもういいかなと思ったり、今目の前に何かやらなければいけないことが現れたりとかして、ちょっと優先順位がわからないままただただ目の前のことを一生懸命やっているっていう感じがします今ね。火星もねそうやって動くよみたいな、頑張ってエネルギー情報交換するよみたいな時に、ね、入ってるので、余計にそうなんだろうなっていう感じがしますね。でそれをでもねこなすだけのね力っていうかバイタリティが実はこの時期9月前半獅子座の皆さんにあるんですね。だから自分が迷っていたとしても、なんかこう憤慨しながら怒りながらやってたとしても、もうとか思いながらやってたとしても結局できてるっていうことなんですよね。どういう状況であれできている、できる体力もしくはできる精神力、知恵、行動力あるんですよっていう感じで言われてる感じがします。ちょっとこのカップのキングね見てみます。ペンタクスの7の逆、ソードナイト逆、ワンド3ということで、何かやはり見通しが欲しいって感じがするんですよね。こう今までそのエネルギーを注いでたものがちょっと違うのかなとかちょっと思ったがゆえに、その何を優先するのかっていうのがちょっとご自身の中で迷いがあったりで、また目の前のことを今一生懸命やってるっていうことに対して、それに対しての依頼者なのか上司なのか親なのか関係してる人なのか、何かそういう人からの評価をしっかりくださいみたいな感じがあるんですけれど、でもなんか評価をくださいっていう思いの裏側というか奥には、やっぱりこれをやってどうなっていくんだっていう自分のなんか見通しというものをもう少し欲しい。その安心感が欲しいんだっていう感じがするんですね。でもカードはですね、もしそれを今誰かからの言葉を通してとか何かの情報を通して得たとしても、それってまた変わっていくものなんですよっていう形で、これは今この瞬間の自分への慰めの言葉でしかなく、それによって何かを変えていくっていうのではなく、獅子座の皆さんの中にはもうすでに今年に入ってから見えてるビジョンがないですかみたいな問い合わせがあるんですね。もう自分でね船を漕いでいくとか、もうやっていけるよっていう、そういうもう準備もできてるし、バイタリティもあるし、運勢ももう来てるわけだから、誰かからの強い承認やこれでいいんですよとかこっちですよっていうそういったものがなくても大丈夫なんだよっていうふうにメッセージで私は受けました。なぜならばその後が急にスターということで、やっぱりこれでいいんだとか、私の目標はやっぱこれだとか、理想こっちに向かっていきたいっていうのがもうはっきりと見えてるんですね。でこれは誰かに言われたからではなく、自分の中から湧いてくるものの方が確実じゃないですか。アドバイスとかもねもらって、そうかって思える時もあるかもしれないですけど、それって自分の中に実はあった思いを言ったからそうだと納得するだけで、その人に聞いたからといってそうするわけじゃないですよね。なのでなんかそんな感じですごく今星で見ても自分のこだわりとか感覚とかが強くなってる時だから、星で見てもカードで見ても誰かからの言葉っていうのもそこまでね重要視しなくていいんですよっていうのがまず一つのメッセージかなと思いました。そして自分の中から湧いてくるものできちんと判断しやっていけるよって、理想をちゃんと見つけられますよっていうふうに言われてます。ここら辺もですね、やっぱりエンペラーとかカップの10っていうのはすごく強くて、何かこれはやっぱりここに至るまでの皆さんの経験で
自信というものにつながってるんだろうなと思います。もういろんなことがこれまであったなみたいな人生の中でね。その中でもちゃんと自分は立ってこれたじゃないかって、ここまで来れたじゃないかっていう思いがあるし、それがあればいろんなところに喜びを発見できるっていう感じがするんですね。でその上でそんなに今すぐこの9月の中旬で何かを決めなければいけないとか、こうするってやらなくちゃいけないってしなくても、ちゃんと収まるところに収まるよとか、なるようになるよっていうようなメッセージだと思ったんです、このフールの逆が。ちょっと補足見てみます。ワンドの7ということで、答えは自分の中にあるよって言われてるような気がしますね。これは立場が、有利の立場であるとかいろいろ意味もありますけど、でもこのね映画を見ると自分の中にちゃんと言葉考えや信念や光があって、それを元にただやっていくだけですよって、その他の人の横やりとか意見とか必要なものは関係ないんですよって、ここでもね同じようなこと言われてますけど、そんな感じがしましたね。ちょっと待ってね。はい。そしてスターというカードが出てます。逆位置でも全然気にしなくていいです。同じくここでもスター出てますからね。何かご自身の中で本当に喜び、それが好きなのよとか、やったみたいな、そういう思いっていうのが出てくるんじゃないかなと思いますよ。どれもやっぱり自分の中から湧いてくる思いなのでね、湧いてくる光なのでね。ペンタクスエースがちらっと見えましたけど、はい、ここでもカップのエースということで、やっぱり喜びが湧いてくる、湧き上がってくるものがあるってことなんでね、そこに注目してください。少し今はまだやるべきこととかごちゃごちゃ日常のことで時間もねエネルギーも使われてしまうって思ってるかもしれませんけど、そのエネルギー、その自分が起こしている行動自体がもしかしたら誰かにイエスと言わせるためとか、何かに認められるために頑張っていたのかもしれないんですけれど、でもそうできてること自体が幸せだし、全てを収める力自分の中にありますよねってそこにさえ気がつければそんなこれはこっちこれはこっちってしなくても、ちゃんと収まるところに収まるし、なるようになるんですよっていう感じがしましたね。自分の判断で誰かに迷惑をかけてはいけないとか、誰かの何かを変えてしまうかもしれないっていう思いあるかもしれないんですけど、もっと大きな視点でその人にはその人の人生があり、自分には自分の考えがありっていうところで、今のこの獅子座の皆さんに言われてるメッセージっていうのは、本当に内側から外側の声じゃなくてね、内側から湧いてくる自分の信念、情熱で喜びがあふれるから、それに従ってくださいというのが一番のメッセージでした、今回のね。これを皆さんの状況、恋愛や仕事やお金に当てはめて考えてみてください。はい、ということでここまでにしておきます。次回また9月15日ぐらいに次の動画をアップしたいと、後半のね動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。